コルグの今泉大輝です。今日は、カオスフィジクスをちょっと深掘りしたいと思います。カオスフィジクスはこのパッドの部分ですね。ボールの自由運動でコントロールできるという、新しい、コントローラーになっています。これをやるにあたって、まずちょっと今日はイニットから音を作ってみたいと思います。通常音を選ぶときっていうのはこのパフォーマンスの中でいろいろな音色がたくさんリストされてるんですけども、これの一番最初ですね、一等最初にイニットパフォーマンスっていうのがいるので、エンターをしてセレクトしてみましょう。イニットの音色ですね。ここでまだ何もコントローラーはアサインされてない状態です。モードウェーブはウェーブテーブルシンセサイザーなので、このウェーブテーブルの波形をいじる部分がとても面白いんで、ここをちょっと XY の軸にアサインしてみたいと思います。で、波形ですね。ウェーブテーブルの波形を選ぶためには、この中のウェーブセレクトを選びます。初期状態では波形が出るんですけど、ノコギリ波から区形波に行って三角波、サイン波に至るような非常にシンプルなものの連続の波形が入ってるんですけど、もうちょっとこう激しめのなんかダブステップとかで使えるような音を選んでみたいと思います。ウェーブセレクト、そしてバリューを変更するといろいろな音色が出てきます。こんなふうに変わりますよね。中にはこう喋るようなやつもあって、カモンショーで、この中では例えばそうですね、この辺面白いですかね。結構激しめの音の変化があるので、これを使いたいと思います。エンターを押してセレクトします。そうすると波形が見えますね。じゃあこれを、カオスフィジクスの X 軸方向にアサインしてみたいと思います。ここを触るとここがいじられるという、そんなアサインです。アサインを追加するためには、このモードっていうスイッチがありますけど、モードスイッチを押しながら右アローキーを押します。そしてこの場合ですとポジションですね。ポジションに触れて、次にどのコントローラーでコントロールしますかというふうに待っている状態なので、X 方向ですって教えてあげると、ここにソースがカオス X で出ます。ここでエンターを押します。で、どれほどの分量をコントロールしますか、ちょっとだけしか音が変わらないのか、ものすごく変わるのか、その時は 100% ですけど、ここでは仮に 50% に設定したと思います。これ結構ね、小数点以下、2桁まで細かく設定できるんですけど、バーッと飛ばしたい時はエンターボタンを押しながらバリューノブをいじると、一気に値を進めることができますので、とても便利です。今だいたい 50% ぐらいにしました。これで触ってみるといい感じで変わってますよね。で、ちなみになんで 50% にしたかというと、ポジションの位置を真ん中で設定していますので、こちらに 50%、こちらに 50% で結局、全てのノブの範囲っていうのをカバーできるっていう意味で 50% にしました。逆にポジションを0にしておくと 100% にすることで、反対側に全て効果がかかるという形になります。すでにいい感じですけど、じゃあ他のパターンですね。例えばこの中の一つの波形を選んで、毛布でさらに音の変化ができるんですけども、波形の呼び出し方を書いてるんですけども、この中でも特に面白いのが、毛布タイプでちょっとタイプを選びますね。シフトボタンを押しながら青いパラメータをいじります。毛布タイプ。この中でシンクがとても面白いんでシンクを選びました。そうするとこのつまみはシンクのつまみになってます。結構激しめの変化でいいんじゃないでしょうか。ポジションがこの変化、選んだ音に対してさらにシンク的な変化。
が得られるということになります。じゃあこの毛布を、カオスフィジックスの Y 軸方向にアサインしたいと思います。またモジュレーションを追加するので、モードスイッチを押しながら右アローキー、これで毛布をこれからコントロールしますよと教えてあげます。で、モジュレーションのソースは Y 方向ですよって触ってあげます。そうするとカオス Y って出てますので、エンターキー。そしてどれほどの分量ですかと聞かれるので、先ほどと同じで、50% にしましょうか。はい。そうすると、シンクのような変化が Y 方向で、そして、波形を時間軸上に舐めていくポジションのパラメーター X 方向。いい感じで変化がついたと思います。という感じですね。あとついでにそうですね、何かリングモジュレーターとかその辺をエフェクトで足してみたいと思います。エフェクトはここのセクションなんで、プリエフェクト。もうちょっと音を汚くしたいなと思ってるんですけど、プリエフェクトで、タイプが選べますんで、今コンプレッサー、EQ とか、トレモロとか、ウェブシェーパーとかありますけど、リングモジュレーター、これを選びます。エンター。これドライウェットのつまみなんですけど、だいぶ変わりますよね。じゃあこれもですね、ウェットドライのつまみをカオスフィジックスの Y 方向で同じくコントロールしたいと思うので、モードスイッチをしながら右矢印ボタンでこのつまみを Y 方向でコントロールしたい。で、エンターキーで教えてあげます。そして分量は設定して、そうすると上の方がもうリングモジュレーターがかかった音ですね。つまり、横方向がポジション、縦方向は、モードのシンクであると同時にリングモジュレーターの効果も深くなっていくと、そんな設定になりました。ちなみに後でその効果のソースやデスティネーション、それからインテンシティを変えることもできて、モードボタンを押します。そうすると今設定したものというのがリストで出ていますので、エンターキーを押しながら、右矢印ボタンとか左矢印ボタンを押すことで今まで設定したものが一覧で出てきます。例えばそうですね、ポジション、もうちょっと幅を狭めたいなと思ったらポジションを選んでインテンシティをちょっと下げてやればまたその変化も変わってくるということになります。あともうちょっと音を変えてみたいですね。音を分厚くしたいのでユニゾンで3つほど音を足してみたいと思います。パフォーマンスのページの中でページを変えるときにはシフトボタンを押しながら右矢印、これでめくっていくとユニゾンボイスっていうのがあるんで、たくさん、16個ぐらいまで足せますけど、例えば3つ足してどのくらいでチューンしますか、セント単位で出てきます。だいぶ分厚いですよね。らしい音になったかなと思います。はい、これで基本となる音のアサインは完了しました。それではこの後、カオスフィジックスの中のパラメータを一つずつ見ていきましょう。カオスフィジックスの中身を見るためにはこのカオスボタンを押します。ページは3ページありますね。この右上に、丸ポッチがあるんですけども、黒いポッチが今現在いるページ、そして3ページ分移動するためにはシフトキーをしながら右矢印ボタンで
あるいは左矢印ボタンで戻ることができます。まず1ページ目から見ていきます。このフィジックスオンって書いてありますけど、これをオフにすると普通の XY パッドのように機能します。で、中心に戻ってきますよね。中心に戻りたくない場合にはホールドポジションをオンにすると離したところで止まってくれます。で、ここではフィジックスはオンにしておきます。で、カオスフィジックスはボールの自由運動をシミュレートしているとても面白いコントローラーなんですけども、概念としてはエアホッケーとかピンボールとかああいった台を上から眺めているようなものをちょっと想像してみてください。そして指で触ったところでボールが追従するんですけども、加速を与えることで自由に運動を始めます。今ちょうどエアホッケーのボールがですね、四隅に当たって戻ってきているような様子だと思っていただけると分かりやすいかなと思います。さて、次のパラメータを見ていきますね。ここでティルトっていうのがあるんですけれども、X と Y それぞれありますね。ティルトをオンにすると、オンというかバリューを上げていくと X 方向ですから、こちら側にこう傾きが、バリューを上げるとちょうど右側に傾いているような状態になるので、ボールが右に落ちてってますよね。で、0にすると平行。で、マイナスにすると左側に傾いている状態になるので、ボールが左に落ちがちになるという感じになります。そして Y 方向ですと上に傾きがち。つまり上のエフェクトの音が出がち。マイナスにすると太めの音が出がちですよね。下に落ちがちということになります。このフリクション、これはですね、摩擦係数なんですけど、何でしょう。例えばピンボール台の下に毛羽立っていた場合に、すごく毛羽立っていると摩擦係数が大きいので、バリューを上げていくとすぐに止まってしまう。止まりがちっていうことですよね。もう100ぐらいにするとものすごい止まりますけど、で0にするとずっと自由運動を続けるような感じになります。まるで宇宙空間にいるように、何の抵抗もないのでずっと運動してるって、そんな感じですね。で、タイム、これは1倍が基本なんですけど、加速した時にあんまり速いのも使いづらいよと、ゆっくりと音色変化をやってほしい場合には 0. 何倍ってやることでゆっくりに設定できるので、ちょっとずつの変化が得られる。1倍が基本です。じゃあ次のページいきます。シフトボタンと右アローキーで次のページいきます。バンプハイトってのがあるんですけど、この台、普通はこう平面ですよね。それが例えばマイナス方向に振っていくと丸が現れまして、この丸は、谷間を意味しています。ピンボール台の真ん中がへこんでいるようなイメージを持っていただけると分かりやすいと思うんですけど、つまりへこんだのでボールは重力に従ってだんだん中心部に吸い寄せられていくという、そういう動きをします。最終的には真ん中で収束しますね。で、逆にまたこうバリューを上げていくと0で平面で、プラスにすると白い円に変わりまして、これが山を表しています。この丸の部分にしか山がないっていうわけではなくて、全体が山なんですけども、これが丸の大きさが、その高さを表しているっていうように理解してください。で、マックスにすると一番高くなってます。ボールを真ん中に置いても四隅に落ちていきます。端っこに行きがちということになりますよね。一旦谷間に設定します。吸い寄せられてってますね、球が。ポジション、この穴のポジションが自由に設定できます。X 方向、Y 方向。例えば Y 方向で X 方向もこうやると右上に行きますよね。
そうするとボールはリングモジュレーションのかかった方向に行きがちということになります。で、逆に左下とかにしてあげるとモジュレーションのかかっていない方向に行きがち。そういうふうに基本の音色どれだけ多く出したいかなみたいなところをこれで設定することができるようになりますね。はい。で、その時の、例えば谷間であれば入り口がすごく角度が強いとか、あるいはそこの方ですごく角度が強いとか、そういったパターンもいくつか選べるようになっています。次にエッジバウンス。例えばあれですよね、四隅でこういうふうにバウンスしていますけど、ものによってはあまりバウンスしない形状の壁とかありますよね。毛羽立ってるとか。じゃあ例えば右側をですね、毛羽立たされるとマイナス方向に振ることによってあまりバウンスしなくなります。左はバウンスするけど右で速度が落ちてますよね。振り切ると止まってしまいます。ほぼペタッとつきますよね。逆にじゃあトップですごくバウンスするようにプラス方向に振ると加速しちゃってますよね、もうね。下にゆっくり投げても上ですごく跳ね返されて、ピンボールですとスプリングで加速して戻ってきたりしますけど、そういったものがついているようなイメージかもしれないですね。そしてエッジバウンスをオフにすることによってこの四隅の壁が取り払われてしまいます。右に投げても左から出てくる。もう4次元のような動きをするんですけど、サウンド的にはエフェクトがここでジャンプするので連続的ではなくてこうステップを生むので音的にもとても面白い効果が得られると思います。じゃあこれは一旦オンにしておきます。次のページいってみますね。スタートポジション。はい。これは後ほどやります。このトリガーソースっていうのがありますけど、現状はオフです。トリガーは今指でボールを投げてますけど、これを逆にモジュレーターでできますよというパラメータなんですけど、例えば、ベロシティとかもいろいろありますが、ベロシティにしてみましょうか。ベロシティをエンター。そうすると、でトリガーソースがベロシティになっているということは、引くたびに、強く引くたびに、ボールが打ち出されるということになります。その時の打ち出されるスタートのポジションが決められます。X 方向上げていくと右の方から出がちですよね。で Y 軸上げるともうちょっと上の方からもっと上げると上からスタートしてます。というようにスタートのポジションが決められるイコール、出だしの音のキャラクターを決められるということになります。で次に度数、今60度になってますけど、じゃあ0度にすると横方向に出ました。でじゃあ逆方向90度ぐらいにすると154度で1周回って360度まで設定が可能になります。で次のフォース、これは打ち出しのスピード、強さですね。強さを決定できるので今30ですけど、10ぐらいにするとスローに出ますし、100にすると強めにスタートします。そして次にスレッショルドですけど、今50になっています。ベロシティが弱い時にはトリガーされませんけど、強く引くとトリガーされる状態になってますね。なのでスレッシュロードを下げると弱いベロシティでも球を打ち出すことができるようになります。
では1ページ目に戻ってカオスフィジックスのこの2行目にプリセットがたくさん選べるんですけども、ここたくさんありますよね。でカオスフィジックスのこのボールの動きのプリセットが入っています。これはなんとシフトを押しながら右矢印でカテゴリーセレクトができますので、そこで選んでみましょう。オートラウンチ、センタリング、シンプル、コンプレックスとあります。ちょっとオートラウンチがどんなものか見てみましょう。オートラウンチのリストがここに出てます。どれもオートラウンチのカテゴリーのものです。これを選ぶと引くごとに、自動的に球が打ち出されてますよね。先ほど説明した分ですけど、そういったタイプのものがずらっとあるということになりますね。例えばまた違った形状のものがありますよね。さて次のカテゴリーですけども、センタリング。センタリングのものは、大体中央に収束する、谷間のあるようなそういった、カオスフィジックスのパターンが入っています。とても分かりやすいと思いますね。で他には、シンプル、これ非常に今のパターンなんかもそうなんですけど、通常の分かりやすいシンプルなものが収められてるんですけど、じゃあ逆にコンプレックスって何でしょうというのを見てみると、山谷、その辺もボールと一緒に動いてたりしますよね。でこれはカオスフィジックスの中のパラメータ自体をセルフモジュレーションすることができるんですけども、それによってすごく複雑な物理運動をするようなものの集合になっています。じゃあ具体的にどんなことができるかっていうのをちょっと見てみましょう。もう一度イニットで戻りまして、先ほどのバンプハイト、これで山とか谷作りましたよね。これの大きさというのを、カオスフィジックスでコントロールしてみたいと思います。で先ほど操作紙を触ってそれのモジュレーションソースをいじることによって簡単にモジュレーションを追加していきましたけど、こういったパラメータに追加することも可能です。まず、モジュレーションを追加したいパラメータのバリューを一点触りまして、そしてモードプラス右矢印、これでエンターを一度します。そしてモジュレーションソースカオスフィジックスの X 方向を触ります。でエンターでインテンシティを設定すると、X 方向に動くたびに山になったり谷になったり山になったりということを繰り返します。ではこの穴、山、この位置自体をまた変更してみたいと思います。それはポジションの Y 方向ですね。Y 方向は縦に穴が、移動できたらいいなということでちょっとエディットしてみます。まず Y 方向のバリューをちょっといじって、モードプラス右矢印、エンター。で、今度はカオスフィジックスの Y 方向を教えてあげて、エンター。インテンシティを上げると、ボールの動きに追従する形で山なり谷なりが動くということになります。で、X 方向では山と谷のが交互に現れるということで、非常に複雑な動きがこれで実現できます。ではちょっとプリセットでいくつかどんなパターンが入っているかを見てみましょう。セットリストの A の4番。これはとてもシンプルなものですね。まずカオスボタンで中に入り、
2行目のプリセットを見てみます。ディケイオービット、ミディアムってありますけど、スピードがミディアムなんですよね。で、ディケイングオービット、オリジナルをセレクトすると、もっと速くなります。逆にもっとこの動きでもっとゆっくりしたいんだよねって場合にはオービットスローっていうのも用意されているので、ゆったりしたパッドの音色変化を楽しむにはこういったパターンをセレクトします。例えば他の例としてはスペースタイム、これをいじってみるとちょっと不自然な動きしてますけど、モジュレーションの中身をちょっと見てみましょう。そうするとどうなっているか。カオスフィジクスの時間ですね、動くスピードをカオスディスタンスでコントロールしていることになるので、ボールが離れた時にはスピードアップ、でもこの谷の中に入った時にはゆっくりになるというような動作になるんですよね。球が離れた時は速くなる。カオスのこちらのタイムですよね。こちらをコントロールしているということになります。これはどういうことかというと、なるべく中心部分の音をなるべくとどまらしたい場合にはこういった手法が使えます。端っこの部分はあっという間に通り過ぎて、真ん中になるべく滞留する時間を増やすというような方法になります。はい、じゃあ次に A の14番の音を聞いてみましょう。これも非常に複雑な動きしていますけど、サウンドが右上で非常に激しいんですよね。なのでこの右上にはたまにしか行かないようにしたいという趣旨でプログラムされています。なるべく左側方向にいようとしてるんですけど、谷間になっているのでそこにボールが落ちようとします。でも落ちた途端に弾き出されるんですよね。というような、この上と右側の壁が非常に反発が強いような設定になっていますので、外に弾き出す力がとても強いです。ただ一遍出ても谷間なのでまた吸い寄せられると、そういう動きになっています。はい、また違うパターン見てみましょう。プリセットをピンボールコーナーというものに変えます。そうすると山が左下に現れました。ですので左下に行くとボールは落ちてしまいます。でも上と右側の反発が非常に強いのでまた戻ってくるんですよね。で戻っては山に押し返されてはまた強い反発力で戻ってくると、そういうようなものを、実現しています。比較的左下に音を滞留させた場合にこういうパターンを使います。で逆にピンボールコーナー2というのを選ぶと右上に谷間が現れました。谷間なのでボールが引き寄せられて、でも上と右側の反発力が非常に強いのでまた押し出されるという形です。なので、右上以外は割と長く滞留していて、でまた谷間で右上の激しめの音に、右上に吸い寄せられてまた反発を繰り返すというような動作になっています。はい、次のパターンを見てみましょう。
カオスフィジックスのパターンをウィズアウトボールズというものに変更します。谷ですんで真ん中に収束しようとするんですけど、壁が取り払われているのでボールは飛んで出ます。で、結果的に非常にジャンプするような音の変化が得られていますよね。こういった使い方も面白いと思います。で、このようにボールの運動の物理特性をいろいろといじれるという、とても面白いシンセサイザーとしては新しい体験だと思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。